ある日、親身に相談に乗ってくれていた同僚が突然会社を辞め、音信不通になった経験はありませんか？いつも笑顔で周りの世話を焼いていた友人が、ある日突然、誰とも連絡を取らなくなり、姿を消してしまった。なぜ？あんなに優しい人が、なぜ何の言葉もなく去ってしまったのだろう。心に深く突き刺さるこの疑問の答え。実はその背景には、私たちの脳が持つ静かなる限界が深く関係しているのです。今回はいつも周囲に優しかった人がなぜ突然関係を断ち切ってしまうのか、その脳科学的なメカニズムに迫ります。この動画を最後まで見れば、あなた自身の、あるいはあなたの周りの優しい人が直面する見えない葛藤を理解し、より健全な人間関係を築くヒントが得られるでしょう。もっと早く気づいてあげられればよかったと後悔する前に、この知識があなたの助けになるはずです。私たちが普段優しい人と認識する人々は、一体どのような内面を抱えているのでしょうか。彼らは他者の感情に深く共感し、自分よりも相手のニーズを優先する傾向が強いことで知られています。しかし、この優しさは時に彼ら自身の心に大きな負担をかけ、静かに、そして確実に限界へと追い込んでいきます。まるで表面上は穏やかな湖面に見えても、その水面下では激しい嵐が吹き荒れているかのように、多くの人が気づかないうちに、彼らの脳内では目に見えない SOS 信号が発され続けているのです。そしてその信号が一定の域地を超えた時、脳は究極の自己防衛策として関係のシャットダウンを選択します。それはまるでオーバーヒート寸前のコンピューターが突然電源を落とすかのような現象です。この決断は決して相手への悪意からではなく、純粋な自己保存のために下される脳の最後の防衛本能なのです。優しい人の脳内では何が起きているのでしょうか。鍵を握るのは共感性とストレス反応です。他者の感情を自分のことのように感じる共感は、ミラーニューロンの活動と密接に関係しています。しかし、このミラーニューロンが過剰に働きすぎると、他者の苦痛や感情的な負荷を自分のものとして処理しきれなくなります。まるで高性能なアンテナが常に最大感度で周囲の電波を拾い続け、やがてノイズでパンクするような状態です。慢性的な共感負荷は脳の扁桃体を過剰に刺激し、常にストレス反応が活性化された状態を作り出します。これにより、ストレスホルモンであるコルチゾールが体内で高レベルに維持され、脳に深刻な影響を与え始めます。ロバート・サポルスキーの研究によれば、慢性的な高コルチゾールは海馬の萎縮や前頭前野の機能低下を引き起こすことが示されています。つまり、優しい人は知らず知らずのうちに脳の重要な部分が疲弊していくリスクを抱えているのです。彼らは職場での過度な業務を引き受けたり、家庭で不満を押し殺して我慢し続けたりする傾向があります。これは他者の期待に応えたい、摩擦を避けたいという強い欲求から来る行動パターンです。実際、多くの過労死事例の背景には、周囲に気を使いノーと言えずに抱え込んでしまう優しい人の姿が見られます。彼らは精神的な境界線が曖昧になりやすく、他者と自己の区別がつきにくくなる共感疲労に陥りがちです。この状態が続くと、脳は自己のエネルギー資源が枯渇していると判断し、生存に必要なアロスタティック負荷が増大します。アロスタティック負荷とは、慢性的なストレスにより心身が適応しようとすることで生じる疲弊の蓄積のことです。脳はこの負荷を軽減するため、最終手段として関係を切り離すという防衛策を静かに計画し始めるのです。なぜ優しかった人が突然何の前触れもなく関係を断ち切るのでしょうか。ここに脳の驚くべき仕組みが隠されています。慢性的なストレスにさらされた脳は、その処理能力が著しく低下します。
特に前頭前野の実行機能が低下すると、適切な判断や感情の制御が困難になります。彼らはこれまで何度ももう無理だと感じていたはずです。しかしその SOS 信号を言葉にすることができませんでした。その理由は、彼らの脳が他者を傷つけることや関係を壊すことを極度に恐れるようにプログラミングされているからです。まるでシステムエラーが続発しているのにシャットダウンボタンを押せないコンピューターのような状態です。しかし脳のエネルギーが完全に枯渇し、アロスタティック負荷が限界を超えると、もはや理性は機能しなくなります。この時、脳は緊急事態と判断し、これまでのすべての感情的投資を損切りする究極の自己防衛モードに入ります。これはガンザー症候群や一部の解離性障害に見られる突然の現実逃避に似た現象とも言えるでしょう。彼らにとって関係を断ち切るという行為はもはや選択ではなく生存のための必須行動なのです。この段階では相手に対する感情的なつながりよりも自己の生存本能がはるかに優位に立ちます。だからこそ彼らはごめんねの一言すら残さず、静かに、そして突然に姿を消すのです。これは彼らの脳がこれ以上は耐えられないと判断し、強制的にシステムをシャットダウンした結果に他なりません。一見冷酷に見えるこの行動も、実は彼らの脳が自分自身を守るために下した最後の、そして最も切実な決断なのです。彼らは自らを犠牲者としてではなく、生き残る者として再定義しようとしているのです。そしてこの静かなる爆発は多くの場合、周囲には予期せぬ衝撃として受け止められます。では、関係を断ち切るという行動は脳にとってどのような意味を持つのでしょうか。それは究極の自己保護です。脳は自分自身を守るために時に非常に過激な手段を選びます。これは動物が危険から逃れるための本能と共通します。長期にわたるストレスは脳内の神経伝達物質のバランスを崩し、特にセロトニンやドーパミンの機能に影響を与えます。これにより快感を感じにくくなり、不安や絶望感が強まることで状況改善への意欲が失われていきます。さらにサンクコスト効果も関係します。これまで関係に費やした時間や労力が損切りを難しくします。しかし脳がこの関係はもはや自己を維持する上で有害であると判断した場合、躊躇なくその関係を断ち切る方向へと舵を切ります。これはまるで壊れかけた橋を渡り続けるよりも、目の前の川に飛び込む方が安全だと判断するようなものです。この時、彼らの脳内では報酬系よりも罰系が優位に働き、その関係から得られるであろう小さなメリットよりも回避することのメリットがはるかに大きく感じられます。かつての日本社会における和を尊ぶ文化は、個人の感情を抑圧し、関係維持を一条とする傾向がありました。しかし現代社会では個人のメンタルヘルスが重視され始めており、このような静かなる決別は自己保護の新たな形として認識されつつあります。これは一見すると冷酷な行動に見えるかもしれませんが、脳がもうこれ以上は無理だと判断したギリギリの自己防衛策なのです。関係を断ち切ることで脳はこれまで消耗してきたエネルギーを回復させ、新たな自己を再構築するための時間と空間を獲得します。これは一時的な苦痛を伴うものの、長期的に見れば彼らの心と脳が健全な状態を取り戻すために必要なプロセスなのです。優しすぎるがゆえに自分自身をこそどみなかった脳が、ようやく自分を優先するという選択をした瞬間です。この選択は彼らにとって新たな人生の始まりを意味する非常に重要なターニングポイントとなるのです。では、このような静かなる決別を防ぎ、自分も相手も大切にする健全な関係を築くにはどうすればよいでしょうか。
最も重要なのはアサーティブネスを身につけることです。これは相手を尊重しつつ自分の意見や感情を率直に使える能力です。脳科学的には自分の感情を適切に言語化し表現することで扁桃体の過剰な活動を抑制し前頭前野の機能を高める効果があります。具体的には〇〇してくれてありがとう、でも正直〇〇の部分は少し負担に感じているのように感謝と同時に自分の境界線を伝える練習です。また自分を大切にする時間を意識的に設けることも不可欠です。脳の疲労回復には質の高い休息が最も効果的です。例えば物理学者アインシュタインは思考に行き詰まった時バイオリンを弾くことで脳をリフレッシュし新たな視点を得ていたと言われています。これは脳が同じ情報処理から離れ別の刺激を受けることで消耗した神経回路を休ませる良い例です。そして何よりも自己肯定感を高めることが健全な境界線を引く上で欠かせません。自分には価値がある、自分の感情は尊重されるべきだという確信が他者の期待に過度に応えようとする衝動を抑制します。自分の限界を知りそれを素直に使えることは決して優しくないことではありません。むしろ真の優しさとは自分を大切にすることで持続的に他者に優しくあり続けることなのです。あなたがもし優しい人であるならどうか自分の脳が発する静かな SOS 信号に耳を傾けてください。そしてあなたの周りに優しすぎる人がいるなら彼らの見えない負担に気づき彼らがノーと言える安全な場所を提供してあげてください。健全な人間関係はお互いの境界線を尊重し心と脳の健康を守ることから始まります。今回ご紹介した脳の仕組みを理解することであなたと大切な人の関係がより深くより豊かなものとなることを心から願っています。この情報があなたの心に響いたならぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回の動画もお楽しみに。